ビーバーだよ。今回は日本の歴史の大きな流れを年表を見ながら振り返っていく動画だよ。日本は初代天皇神武天皇が建国したとされ、2500年以上も続く国なんだよ。長い分歴史の流れが覚えにくいけど、大きな流れをつかんでいれば覚えやすくなると思うんだよね。それじゃあ早速始めよう。まずは今から約3万年前の旧石器時代と約1万数千前の縄文時代。年表を作っている時思ったんだけど、旧石器時代と縄文時代ってめちゃくちゃ長いんだよね。教科書だとページの関係で比率を調整してて分かりにくいけど、各時代の期間をグラフにするとこんな感じ。ね、長いでしょ。何が言いたいかというと、旧石器時代や縄文時代はわからないことも多いけど、今を生きる僕らの中に当時の価値観が残っていると思うんだ。旧石器時代は大型動物を狩りながら移動する生活。縄文時代は定住が始まり、狩りもするけど木の実や魚なども採取していた時代。どちらも自然の中で生かされている生活だよね。僕らが自然に対して敬意を払う理由はこの時代の名残なんじゃないかな。研究が進んで2つの時代の謎が解き明かされていくのが楽しみだね。次は弥生時代。ここで触れたいのは稲作の伝来だね。稲作は歴史的に大きな出来事だと思う。稲作のポイントは2つ。作るために人手が必要なこと、貯蔵ができること。これがこの後の歴史につながってくる。人手が必要なことは集団化してリーダーなどの身分が誕生するきっかけになり、貯蔵ができることは貧富の差を生み、争いに発展するきっかけになる。この頃、人々が国を作り始めたと考えられているよ。実際、卑弥呼と呼ばれるリーダー的な女性が中国の歴史書に登場している。239年、卑弥呼が義に使いを送るってところ。卑弥呼が使いを送った相手が興味深いね。義というのは中国の三国志に登場する国の一つ。三国志は諸葛亮孔明、劉備玄徳、関羽、張飛、曹操、孫権などの英雄たちが義、呉、蜀の三国に分かれ、中国の覇権を争った時代だよ。つまり日本で小国が乱立していた時代に、馬で大地をかけて国の命運を握る争いをしていたんだ。フィクションのイメージに引っ張られすぎてもいけないけど、当時の中国と日本に大きな差を感じるよね。中国には当時から文字の記録があるけど、日本にはまだ文字がなかったから、その時代の詳しい記録が残っていないんだよ。だから、日本のことを知るためには中国の歴史書を頼りにするしかないんだ。これを考えると、当時の日本と中国の文化や技術の違いを改めて感じるね。そして、中国の覇権争いが激しくなると、歴史書から日本の記述が消え、日本の状況がわからなくなってしまう。その期間、約150年。この空白の期間に何があったのかは分かっていない。ちょっと想像するだけでワクワクするよね。そして3世紀後半、奈良盆地を中心に古墳と呼ばれる有力者たちのお墓が作られた。この有力者の集まりを大和朝廷と言い、トップは大王と呼ばれた。大王は現在の天皇陛下のご先祖様にあたる人物だよ。ここから日本の歴史は天皇と時代の有力者たちの権力争い、世界の影響の縦軸で動いていくイメージ。例えば、朝鮮半島にある国々と戦いや交流をしていると、538年に仏教が伝わるんだ。自分たちより発展している国々で流行っているなら、取り入れたいと考えるのもわかる気がするよね。ただ、新しいものを取り入れるとなると、賛成と反対で分かれるのもよくあること。実際、仏教の導入に賛成派と反対派で争うことになった。勝ったのは賛成派の蘇我氏。そして、この時期に活躍した人物が、天皇を助ける立場にいた聖徳太子だよ。聖徳太子は、600年に当時の中国の王朝、ついに使節を送った。
いろいろと学びたかったんだろうね。学びは国内の改革に生かされ、今までの出世の仕方を大きく変えた簡易12回や役人のルールである17条の憲法などを作ったんだ。国内の改革が進む中、仏教の導入に賛成の立場を取り権力を握っていた蘇我氏の一族。蘇我氏の権力集中に不満を持つ人たちが起こしたのが645年一子の変だ。一子の変とは将来の天皇候補中野大江の王子と中富の鎌足が蘇我氏を倒した出来事。その後中野大江の王子は天皇となり、日本の国づくりを進める。打倒蘇我氏に協力した中富の鎌足は藤原を名乗り、国づくりを手伝っていく。国づくりは進み、710年には平城京に都が作られる。立派な都を作ることで天皇はすごいんだぞとアピールしたかったのかもね。この頃仏教がどんどん力をつけていたよ。741年には流行り病や反乱などに困った当時の天皇聖武天皇が全国にお寺を作るように命じる。仏教を頼りにしていたのがよくわかるよね。それだけではなく743年には大きな大仏を作る計画を立てたんだ。そして同じ年、自分で切り開いた土地を自分のものにできる墾田永年私財法ができたよ。これまで土地は自分のものにはできなかったから画期的だった。日本史で墾田永年私財法は重要なポイントだと思う。力のある人は自分の土地を増やそうと頑張るし、守るために武装する人たちも出てくるんだよ。なんか次の時代の主役たちの影がちらつくよね。さて、時代が進むと影響力が強くなりすぎた仏教から離れるために都を平安京に移すよ。新しい場所で仕切り直したかったのかもね。平安時代が始まる。ここから天皇と周囲の人々の権力争いが激しくなるよ。摂政や関白が実権を握る摂関政治の時代。ちなみに摂政は幼い天皇や女性の天皇を助ける立場の人で、関白は成人した天皇を補佐する立場の人だよ。この摂関政治で栄えたのが藤原氏の一族。この藤原氏の一族は一子の変で活躍した中富の鎌足の子孫たちだよ。時代の節目で活躍したらその後も優遇してもらえるのはいつの時代も一緒だね。摂関政治が衰えた後に栄えたのが院政。院政というのは天皇の位を後継者に譲った元天皇が実権を握る政治形態。摂関政治、院政ともに天皇を飾りに周囲の有力者が力を振るっていたイメージ。政治の中枢で権力争いが行われる中、着実に力をつけていたのが武士と呼ばれる存在。特に有名なのが平氏と源氏。1156年の保元の乱などの権力争いで武士は力を発揮し、政治の中枢で実権を握るまでになった。1167年、平清盛が太政大臣に就任したあたりだね。平清盛は平氏の一族なんだけど、もう一つの有力武士の一族、源氏は権力争いで負けてしまった。しかし、因縁は子供たちに受け継がれ、1185年、壇ノ浦の戦いで、源氏が平氏を打倒する。勝利した源氏のトップ、源頼朝は、政治の中心地に鎌倉を選ぶ。そして、1192年に征夷大将軍に就任。この時代を鎌倉時代、政治の中心地を鎌倉幕府と呼ぶよ。朝廷も認めるしかないほどに武士の力が大きくなっていったんだね。鎌倉幕府ができてしばらくすると、源頼朝が亡くなり、奥さんの北条政子の一族、北条氏が実権を握るようになるよ。1221年には、承久の乱と呼ばれる、政治の実権を取り戻そうとした朝廷側と鎌倉武士たちの戦いが起きる。その際、北条政子の演説で鎌倉武士たちが一致団結したという話もあるらしい。日本で武士たちの政治体制が確立されつつあるとき、アジアからヨーロッパにかけて広がる遊牧民の国、元が建国されていた。
そして元は1274年、1281年の2度にわたり日本に侵攻してきた。鎌倉武士たちは戦い、退けることに成功するけど、戦うための負担が重く、どんどん貧しくなってしまった。その不満は鎌倉幕府滅亡のきっかけになってしまう。この混乱の中で実権を取り戻した当時の天皇、後醍醐天皇は天皇中心の国づくりを行う。しかし、これに納得しない武士たちが再び実権を握った。その中心人物が足利尊氏。足利尊氏は1336年に新たな天皇を立てて室町幕府を開く。一方、後醍醐天皇は南に拠点を移し、再起を図る。こうして、北朝、南朝と分かれることになる。室町時代の始まりは、南北朝時代の始まりでもあるんだよ。時が流れ、1392年に2つの王朝が統一されるまで南北朝時代は続く。2つの王朝が統一され、やっと平和な時代が訪れたと思いきや、1467年、室町幕府の後継者問題をきっかけに応仁の乱と呼ばれる争いが起こっちゃう。この争いは幕府の求心力の低下を招き、戦国時代のきっかけになったよ。日本が戦国時代に突入した頃、世界の情勢も大きく変わっていた。ヨーロッパの国々は巨大な船で海に飛び出し、世はまさに大航海時代。世界の国が海を越え、一つにつながる時代が到来していた。この影響は日本にも訪れる。例えば、1543年、種子島に鉄砲が伝わったこととかね。そして、鉄砲を活用した武将の一人が織田信長。信長は新しい試みを取り入れ、戦国の世を駆け上っていく。そして、1568年に京都に入り実権を握ることに成功。1573年には室町幕府将軍を京都から追放する。これで室町時代が終わり、安土桃山時代が始まる。そんな織田信長も1582年本能寺で部下に討たれてしまう。その後、織田信長の意志を継いだ豊臣秀吉が1590年に天下統一を成し遂げる。天下統一から8年後、1598年に豊臣秀吉は亡くなる。さて、織田信長、豊臣秀吉ときたら徳川家康だよね。徳川家康は織田信長、豊臣秀吉と共に天下統一を目指した武将の一人。そんな徳川家康は秀吉亡き後、1600年関ヶ原で豊臣氏を支持する勢力とぶつかる。天下を分ける大戦の勝者は徳川家康。勝利した家康は1603年に征夷大将軍に就任し、江戸に幕府を開く。これで江戸時代の幕が上がったよ。江戸時代初期は外国と交流があったけど、キリスト教の布教活動に危機感を抱き、外国との交流を制限していく。江戸幕府は飢饉や天災の影響などで財政が傾きつつも、改革を繰り返しながら歴史を重ねていくよ。江戸時代後半には外国から開国を迫られることが増えていき、1853年、アメリカのペリー率いる黒船が浦賀に来航するんだ。圧倒的な力で開国を迫られ、1854年に日米和親条約を結び、アメリカと本格的に交流を持つことになる。そして、1858年には貿易に関する条約、日米修好通商条約も結ぶが、条約の内容は日本にとって不平等なものだった。しかし、当時の国際情勢を考え、独断で条約を結んだ大老の井伊直弼。大老は幕府の偉い人だと思ってね。条約の反対派は、独断で決断した井伊直弼をかなり批判したみたい。そんな反対派を井伊直弼は条約を結んだ年にガンガン処罰。やったらやり返されるのはいつの時代も一緒みたいで、1860年に井伊直弼は暗殺される。外国を追い出すべきという考えが盛り上がっていく中、1863年にイギリスと戦争をした薩摩藩、
1864年に外国勢力と戦った長州藩は外国の強さを肌で感じていた。二つの藩は当時敵対的な立場だったけど、新しい国の形を模索する中、協力関係になる。この協力関係を薩長同盟という。これ以降、薩摩藩と長州藩は武器を融通するなどの協力をしていき、新しい国づくりに邪魔になっている幕府を倒そうとするよ。一方、幕府は黒船来航以降、様々な出来事で求心力が低下している状況。そんな中、15代将軍徳川慶喜の奇策が炸裂。1867年、大政奉還。朝廷に政治の実権を介しつつ、政権運営に協力していく形で、徳川の生き残りの道を探った奇策。徳川慶喜の奇策で、幕府を倒す理由がなくなった倒幕勢力。ならば、新しい政府を設立して、徳川を排除するための作戦。王政復古の大号令。国を思う人々はすれ違い、薩摩藩、長州藩などを中心とした新政府軍と徳川氏を支持する旧江戸幕府軍はぶつかる。戦いは京都の鳥羽伏見の戦いから始まり、関東、東北、北海道と戦地を転々としながら続き、新政府軍の勝利で終わる。これで江戸時代は幕を閉じ、新しい時代が始まる。明治時代の到来。外国に負けない近代国家を作るため、多くの改革や取り組みを急速に進めていく。この一連の改革を明治維新というんだ。残念ながら、急速な変化についていけない人々もいて、1877年、西南戦争で、現状に不満を持つ人々と明治新政府がぶつかる。勝利したのは、明治新政府。つまり、この改革の流れは続いたよ。1889年には、大日本帝国憲法が発布され、1890年に議会が開かれ、少しずつ近代国家の形ができていく。1894年には、朝鮮半島をめぐって清と戦争をする。アジアの覇権をめぐって戦う両国、そして利益を探る欧米列強の国々。戦争は二つの国がぶつかるものではなく、周囲の国々の利益が絡む複雑な構図になっていた。1895年、日本は清に勝利し、下関条約を結ぶが、ロシア、フランス、ドイツの三国が口を出してくるよ。戦争に勝利した日本が手に入れた領土の一部を清に返還するように干渉してきたんだ。ロシアの利益と日本の利益がぶつかったから口出ししてきたみたい。これを三国干渉と言い、ロシアに対する不満が日本国内に漂う。ロシアを倒したい日本、ロシアの領土拡大を止めたいイギリスの利害が一致し、1902年に日英同盟が結ばれる。そして、1904年、日露戦争が勃発。結果は日本勝利と言いたいけど、両者ギリギリの状況だったから、アメリカの仲介でポーツマス条約を結ぶ。この条約で、日本はロシアに賠償金を払ってもらえなかったけど、清にあるロシアの権益を手に入れることに成功した。また、清やロシアを退けたから、1910年、朝鮮半島を日本の勢力下に置いたよ。この時期、日本は幕末に結んだ外国との不平等な条約の改正に成功。これは日本が欧米の列強国に肩を並べつつあることを意味したよ。そして、1912年7月30日、動乱の幕末、国内の改革、日清戦争、日露戦争などを経て、日本を近代国家に導いた明治天皇が崩御された。ここに明治時代が終わりを告げ、大正時代が始まるよ。日本が力をつけていく中、1914年、ヨーロッパを舞台に世界規模の大戦が起きる。日本は日英同盟を理由に参戦。具体的には、中国大陸にあるドイツ領を攻めることで、領土や影響力を拡大させた。ヨーロッパの戦争は、日本に好景気をもたらしたよ。戦争が起きると物資が不足するから、たくさんのものが売れるんだ。ヨーロッパの国々は戦争で商売どころではないから、
日本の商品が世界に広がったんだ。第一次世界大戦後、国際社会は協力路線に舵を切り、1920年、国際連盟が発足する。日本は常任理事国として加盟したよ。ヨーロッパの国々の復興が進むと、日本はイケイケの雰囲気から一転、景気が悪化しちゃう。なんとか不景気を抜け出してきたものの、1923年の関東大震災でまた景気が悪くなっちゃうんだ。その上、1926年には大正天皇が崩御されて、大正時代が終わり、新しい時代がスタートするんだけど、経済の混乱は続いて、1929年には世界的な大不況に突入しちゃうんだ。世界の国々が自国を守る政策で対応していく中、日本も苦しい状況が続く。苦しい状況の中、様々な思惑が渦巻いていた地域が中国の満州。1931年、満州で一部の日本軍による独断の軍事行動が行われる。翌年、1932年、満州に国を建国したけど、実態は日本の影響を強く受ける国だったみたい。この時期の日本は本当に混乱していた。同じ年、海軍将校によって当時の首相犬養毅が暗殺され、軍部の影響がどんどん強くなっていく。1933年、国際社会の理解を得られないと判断した日本は国際連盟を脱退。1937年には日中戦争が始まり、戦争はどんどん拡大し、1941年にはアメリカとの戦争も始まる。そして、1945年8月6日、広島、9日長崎に原爆が落とされ、8月15日、無条件の降伏。満州での軍事行動から15年、長い戦争は終わった。敗戦後の日本の政策は、アメリカが主導した GHQ という組織によって行われた。現在も使われている日本国憲法も GHQ の指導の下で制定されたものだよ。GHQ の統治は1952年のサンフランシスコ講和条約で日本の独立が回復するまで続いたよ。その後、日本は1956年にソ連、1965年に韓国、1972年に中国と国交を回復した。少しずつ戦争の生産を済ませていく。この時期に迎えた高度経済成長のきっかけの一つが、1950年から始まった朝鮮戦争。戦争で経済を回復している感じで、複雑な気持ちになるのは僕だけかな。戦争をすると、どこかの国が潤うのも事実で、大体の場合、戦地にならない国だと思う。高度経済成長で戦後ムードを脱する中、まだ戦争の爪痕が残っている地域があった。サンフランシスコ講和条約で日本は独立を回復したが、沖縄県や小笠原諸島、奄美群島などはまだ GHQ の管理下にあったんだ。奄美群島は1953年、小笠原諸島は1968年、沖縄県は1972年に本土復帰するけど、本土との温度差は当事者たちにしかわからないだろうね。高度経済成長は1973年の中東情勢の悪化による石油価格の高騰、オイルショックなどの影響で終わりを迎えたよ。1986年末からバブル経済と呼ばれる実態とかけ離れた資産価値の上昇を経験した日本。バブル経済の雲行きが怪しくなる中、1989年、昭和天皇が崩御されてしまう。激動の昭和が終わりを告げた。1991年にはバブル経済が崩壊し、日本経済に暗い雰囲気が漂う。多くの企業が倒産したり、土地や株の値段が急激に下がったりして、日本は長い間、経済の低迷期に突入するよ。この時期は多くの人が職を失ったり、企業がリストラを進めたりしたため、家計にも大きな影響が出たんだ。1995年には大きな出来事が3つあったよ。一つは阪神淡路大震災。これは1月17日に起こった大きな地震で、
神戸市を中心に多くの家が倒壊し、道路やインフラも壊れて甚大な被害をもたらした。この地震をきっかけに災害に強い都市づくりや防災意識が高まった。2つ目はオウム真理教による地下鉄サリン事件。1995年の3月20日、東京の地下鉄でサリンという毒ガスがまかれ、多くの人が被害に遭った。この事件は日本中に大きな衝撃を与え、宗教団体やテロリズムに対する警戒が高まるきっかけになったよ。3つ目は Windows 95というパソコンソフトの販売。ここから IT 技術やインターネットが一気に身近になったと思う。自宅に大きなパソコンがあった時代から手のひらに高性能のスマホがある現代まで30年。技術の進化の速さを感じる。2009年には自公連立政権から政権交代が起きた。今まで政治の中心だった自民党が政治の中心から外れたよ。多くの人が政治に関心を持った時期だと思う。2010年には尖閣諸島中国漁船衝突事件が発生。沖縄県尖閣諸島付近で違法の中国漁船と取り締まる海上保安庁の船が衝突した事件。中国の度重なる領海侵犯や衝突の映像がネット上に無断で公開されるなど、社会に衝撃を与えたと思う。日本と中国の関係が悪化したのは言うまでもないね。2011年には東日本大震災が起こる。3月11日に発生したこの大地震は、東北地方を中心に甚大な被害をもたらし、津波による大きな被害や福島第一原子力発電所の事故も引き起こす。この出来事は日本のエネルギー問題や原発の処理など大きな課題として今も残っている。2016年にはバラク・オバマアメリカ大統領が現職の大統領として初めて広島を訪問したよ。原爆を落とした国の大統領の訪問は太平洋戦争の一つの節目となる出来事だと思う。2019年の上位はまさに時代の節目。現在の上皇陛下が現在の天皇陛下に天皇の位を託された。これで元号が平成から令和に変わったよ。2020年は新型コロナウイルスが流行したね。医療に携わる方々が未知のウイルスと命を懸けて戦う中、多くの行事が中止になり、社会の在り方が大きく変わったと思う。無人のレジやリモートワークなどが一気に普及した気がする。本来、この年に行われる予定だったオリンピックは、翌年2021年に行われるよ。そして、2022年、安倍晋三元首相が銃撃される事件が起きた。銃規制がある日本で、このような事件が起きたことは、国内外に大きな衝撃を与えた。長期間、日本の政治を引っ張ってこられた方が、このような形で亡くなったのは、とても悲しいです。2023年には、チャット GPT などの生成 AI が、日本でも急速に普及し、一気に身近になったと思う。また、新しい時代の扉が開いた感じがするのは、僕だけかな。AI との付き合い方が、今後の成長の鍵になるだろうね。AI を信じすぎず、うまい付き合い方を見つけていかないとね。さて、悲しいこと、嬉しいこと、様々なことを乗り越えて今の日本があると思う。少子化問題、環境問題、エネルギー問題、政治不信など課題を挙げればキリがない。問題を嘆くだけでは先人たちに失礼だと思うから、できるところから始めてみよう。素敵な方がいるならデートに誘い、街のゴミを拾ってみたり、使わない電気を切ったり、選挙に参加するなど、一人一人の選択がより良い歴史を作るかもしれないよ。長い時間付き合ってくれてありがとう。もしかしたらあなたが未来の偉人かもしれない。偉人になるぞという人はコメント欄で宣言していってもいいし、動画の感想を教えてほしいな。コメントすることがない人は評価ボタンを押してくれると嬉しい。また、マナビーバーに会いたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。別の動画で会えたら嬉しいな。マナビーバーでした。